ライドハイをご覧の皆さん、こんにちは。岡島です。小川です。はい、ということでですね、小川さん、はい、ボリューム 1.5 で、はい、いろいろ僕が買い物が止まらないってやってたじゃないですか。はい、あのパーツどうなったんだっていうコメントをいただきましたので、ちょっとそのパーツのご報告動画という形で、ちょっと今日は動画を撮りたいなと思って、外苑のイチョウ並木まで来てみました。はい、ちょうどいい時期ですね。はい、天気も良くていいんですけれども、この4フォア、CB400 フォアですけれども、フルレストアするぞっていうタイトルで始まってるんですが、納車して2ヶ月乗ってみまして、なんかいい感じでやれてて、はい、そうですね。もういいんじゃねっていう説出てますけれども、はい、一応タイトルフルレストアするぞにしちゃったんで、もう終わっちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっと継続していきたいなと。なんかでも久しぶりに見たらちょっと綺麗になってきてるかわかります。マジで休みのたびに乗ってるより磨いてますかな。ら、なるほひたすら磨いてます。このね、元からパンクは結構綺麗だったんですけど、そうですねとはいえ一人ガラスコーティングしてみたり。ど。なんかパッと見サビが見えない。ありがとうございます頑張ってます。すごい。そんな感じで僕が磨きまくっている、4フォアですけれども、ちょっとパーツをじゃあ紹介していきたいなと思います、よろしくお願いしお願いします。はい、この車両なんですけど、実はもう交換済みです。はい、先日レオ君とですね、やってましたよね。はい、うちのスタジオでやってまして、その模様は適宜僕パーツ説明していくんで、レオ君インサート入れておいてください。編集でなんとかしてください。はい、はい、でそんなのはいいんですけど、この前初回点検行ったんですよ。はい、でちょっとキャブどうみたいな職人たちが神々が調整を始めるわけですよ。やりそう。だからもうキャブとかやってる時とかに、もちろんテスター使ってうんぬんとかもやるんですけど、もうね音なんですよね。なんかでもなんかで奥の方にいるエンジニアさんがその音なんとかだからとか言って寄ってきて、結局なんか 3,4 人かかってこれやってるみたいな。はい、ということで前置きが長くなっちゃいましたけれども、パーツを紹介していきたいなと思います。はい、めちゃめちゃあるんで、僕カンペ作ってきます。ちょっと見ながらいきます。まず1個目いきましょうか。1個目ポイントカバーです。これ純正です。あ、これ純正なんですか。はい、まだね純正あるんですよ。純正で部品が取れる。そうそう、部品取れるんですよまだ。あ、そうなんですね。はい、で実はね、このネジ2本で交換するだけなんですよ。このネジもついてきました。純正が取れるんですね。なんかね、やっぱり物によってはまだあるみたいで、後で出てくるんですけど、魚谷の SP2 ついてるんで、ここ開けたら中身ガラッと変わってます。なるほど。はい、外からだとあんまり分かんないですけどね。で続いてですね、こっち側、これ、ダイナモカバーですね。これです、これも純正です。これも新品です。すごいね。でもなんかそんなにここだけピカピカって感じもせず、そういい感じですね。前やっぱこの黒い部分のね塗料が剥げてたりしてたんで、やれもいい感じだったんですけど、でもやっぱこれ変えると目立つんで、やっぱね。そうですね。はい。でもまだ新品があるというね。なるほど。感じです。で、続いて超絶細かいのでいうと、これ純正でもなんでもないんですけど、このチョークのゴムカバー、これ4フォア用なんですか。どうなんですかね。アゲインさんです。アゲインさんのやつであるんですね。でやっぱりどうしてもね、変な話、夏場でもチョーク上げてエンジンかける時だけは一瞬上げるんで、っていうのでつけたんですけど、このちっこいゴムいくらだと思います？800円。いいとこ言いましたね。多分ね、原価100円200円ぐらいだと思いますけど2200円ですまあまあですね。まあまあでしょこれまあまあやっちゃってるよね。かぶせるとどうなるんですか？かっこいいっていうだけです近いな細
小物系でいうとここキックのゴム、キックのゴムホンダ。ホンダ、これ実はCB92 のやつなんです。本当は92の純正ってことですか？ですですです。でもこれはあれです、リプロです。このちょっとレトロなホンダのロゴもいいでしょ。いいですね。これもね、キックでエンジンかけたことあるんですか？ありますあります。かかるんですか？ここもちゃんとかかりますよ。はい。やっぱ SR 乗りとしては。いやあんまりそこにこだわりがあるんで。なんかやっぱ今時これ自体がもう新鮮だなと思って。ああ、そうですね。昔ね、やっぱり旧車はねそう両方ついてますからね。したことない人の方も多いんで。確かに確かこれですね。に。王道のこれ三俣エンブレムカバーでございます。まあなんか好き嫌い分かれるカスタムかなとは思うんですけど、ちなみにこれ超絶細かいんですけど、多分皆さんこれ買われてつけるとそのまんまつかないってことに気づくと思うんです。実はめちゃめちゃここのホースに干渉して3ミリぐらいのスペーサーをかましてある。が入ってますね。はい、バイクパーツ屋さんに行って3ミリスペーサーを買って3ミリ分だけ浮かしてます。はい、まだまだ続きますよ。なんかもうこの辺めっちゃ変わってますもんね。バレました？あ、じゃあちょっとここ行っちゃいますか。これはい。これもう王道のシビエのへこみでございます。僕も昔買いました。あ、なんか一回見せてもらいましたね。はいそこね。 1万円ぐらいでした。その時ああでした。今ねヤフオクで買うとマジで5、6万するんじゃないですか、多分当時物で言うと。なるほど。みたいな会話を GP クラフトでしてたら、はい。社長がまたもうしょうがないなって言って奥からこれを持ってきて、もうみんなに売ってくれって言われたけど今まで売らなかったんだよこれとか言いながら、なんか岡島君ほっといたらまたヤフオクで買うでしょとか言われて、しょうがないから売ってあげるっつって売ってくれました。なるほど。めっちゃ綺麗です。厳密に言うと最初やるよって言われたんですよもうしょうがないからこれやるよって言われたんですけど、さすがにもらうのはまずいんでお金払いますって言ってもらいました。綺麗でしょ。めっちゃ綺麗です。これはね平根さんがめっちゃ磨いてくれました。このそうなんですね。このリムもちょっと錆浮いてたりしたんですけど、そうですはい、磨いた感が。磨いていただきました。で中もねやっぱシビアのレンズってやっぱ曇りやすいんですって。はいはい、白くなっちゃったりしますもんね。はい、なんでそれをね企業秘密らしいんですけど磨いたみたいです、はい、ついでにこれでもやっぱ中の電球はハロゲンのままなんで、はい、まあ、やっぱ乗ってると暗いんですよね。はい、さすがにねヘッドライトは本当に保安部品なんで明るくないと思って、ここも中はアゲインさんの LED に変えました。急にやっぱレトロ感出ますよね、はい、これね。これ気に入ってます、だいぶ。社長ありがとうございます。ここあるでしょ、インジゲーターカバー。ここ割れてたんですよ。はい、割れてたんで、これリプロになっちゃうんですけど、さすがにもう純正はなくて交換しました。なんで綺麗ですね。綺麗になりました。でこれ実は中電球が5つ入ってて、でここのプラスチックの色付きのプラスチックの部分あるでしょ、これついてるでしょ、これ色付きで色を出してるだけなんで、電球の色自体は全部一緒なんですよ。色付きの LED 売ってるじゃないですか。はい、M&H 松島さんですね。でそれを、まあ、緑の玉と、はい、まあ、ここハイビームなんでハイビームの青の玉と、はい、赤とオレンジでも中身は全部 LED になってるんですね。そう側はね全部レトロのまんまなんです中は現代っ子です。ここにも気づきました。はい、意外と違和感なく収まってるな。違和感なく収まってますよねこれETC のセンサーです。これもねやっぱみんなでツーリング行ったりすると、まあ、不便ですもんね。そう不便なんでやっぱ ETC はつけたいなと思いつつ、どうしてもこれをつけなきゃいけないんで、なんとかなんないですかねって GP クラフトに相談したらつけてくれました。なんかこのプレートをちゃんと加工して、さすがですね、すごいっすねって褒めたら、鉄板曲げただけだよって言ってましたけどいやそれがすごいんですよっていう。あれ、そういえば岡島さん、液体はもう変わってるんですか？液パイでしょ、2本だけついてたやつあれ実は1回つけたんですよ。はい、あ、つけたんですか？はい、つけ
たんですけど、実はもともとついてたやつの方が綺麗だったっていうオチで、これはじゃあもともとついてたやつを両方とも磨いてみたんですよ。はいはい。したらもともとついてるやつの方が輝き取り戻しちゃって、だからねここ実はちょっとへこんだままなんですよ。そうだだからそこのへこみ以外の輝きがはい。こっちの方が全然良くて、なるほど。じゃあ元のまままた戻したってこ戻しました。結局戻しました。とで。まあでもせっかくバラしたんで、このフランジとかはい割りカラーとかちょっとねすぐ錆びちゃうんであれですけど、一回サンポールつけてみたいなので錆び落とししてみたいな、一回綺麗になりましたね。これじゃあもう本当に磨きまくった後なんですね。そうだからめっちゃ綺麗じゃないですか、はい。いや綺麗です。めちゃめちゃ頑張りましたもん。でそうそう、それで言うとサイレンサー、はいはい。これアゲインさんのスリップオンのやつで、中ラージサイレンサーっていうのにちょっとインナーサイレンサーを変えてみました。はいちょっと低音が強くなったかなっていう感じはするんですけど、そんなにうるさくなくて、はい。そうラージサイレンサーっていうかなんかうるさくなっちゃうと嫌だなと思ったんですけど、音っていうよりは音質が変わったって感じですね、音量っていうよりは。でもやっぱ一回吉村のショート感はつけてみたいなとか思いつつ、でもこの前実は聞いちゃったんですよ、 GP クラフトにあ、ついてるやつ吉村ついてる。の音聞いちゃったらやっぱ音は圧倒的にかっこよかったですね。でもねやっぱこのね液パイのルックがねノーマルやっぱかっこいいんだよね。マフラーは音とデザインといろいろあるからちょっといろいろ検証してみたいですね。あれナンバープレートのやつついてないじゃないですか。ああフレームね、はいナンバープレートフレームでしょ、ここにホンダってロゴが入ったはいちっちゃくなってる。ちっちゃくなってるでしょ。はいあれまあ一回最初磨いたじゃないですか、でいいのあったから買ったっつってまでヤフオク出して買ったじゃないですか。はいであれつけたんですよ。なんならあれ納車前から一番期待してたパーツねあれだけはつけるぞって決めてたパーツつけたんですよ。つきましたね。つけましたね。なんか急に古臭くなりましたねうわーダメだ、なんか前の方が良かった説全部に言ってませんそれめちゃめちゃやぼったくて、なんかねボテッド感がすごくてなるほやめちゃいましたど。それじゃあ普通の汎用の汎用のナンバープレートベースそうというか。でもなんか僕嫌なんですよ、ナンバー曲がっちゃうの。なんでもう本当にベゼルもない超絶シンプルなやつが売ってたんでつけました。なるほそうっていうのと、あでもねここ変えたんですよ、ここブラケット、ど。本ナンバーブラケット、こっちの当だ。はいはい。裏っ側錆びてたでしょ。この映り込みがそう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 綺麗になってる。そうこのねやっぱリアフェンダーのメッキに反射して中が錆びてるのはいはいがはいはい分かっちゃってたんで変えました。これでも純正です。新品じゃないですけどね、あ、そうなんですね。これ純正のをヤフオクで探して、ヤフオクで。はい、もうヤフオク様々です。シート。あそうだ、シートあれ結構綺麗だったじゃないですか、はいでも、はい実は中サビサビだったんですよ。あーでもうここのよいしょ、ここもこうグラグラしちゃってて、でヒンジのところとかも全部なんかグラグラしてたんで交換しようと思って交換しました。じゃん、中めっちゃ綺麗。ノーマルこれ鉄でした。そうです、鉄で錆びてたんですけど FRP になったんでまあ軽くなったっていうのとはいはい。あります。まあ見た目は変わってないですけどね、これリプロなんであれですけど、でも見た目はノーマルルックの段付きとかじゃないやつですね、あんこ抜きしてないやつなるほどなるほど。で、このヒンジのパーツだけこれ純正です。これはまあね、もうこれもまたあるんですよ。結構純正あるんですね。そうちょいちょいあるんですよね。なんでここ変えて、このやっぱヒンジのネジが痩せちゃってたんで、これが新しくなったんでこのぐらつきもだいぶなくなってっていう感じでシートを交換したんですが、はい。ちょっと今チラ見しちゃいましたね。もうチラ見どこじゃなかった。小川さんそっちしか見てなかったで見てすよ。なかった。青いやつ見えちゃったんで。青いやつね。
青いやつもう一回いきますよ。じゃんっつって、はい、みんな大好き魚谷 SP2 ですね。ついに入れちゃいました。なるほど。これやっぱボリューム1のね買う前の社長もやっぱ本当は入れたいよねって言ってた SP2 なんで、僕が一回ノーマルで乗ってみたいっていうのがあったんでまだいきなり入れずにいたんですけど、あこんな変わるんだっていう、もう後でちょっとぜひ乗ってみてください、これ、別物です。なんてね、ちょっとエンジンかけてみましょう。アイドリングがまずフケがどうこうとかいうんじゃなくて、アイドリングがめっちゃ落ち着いてる。安定してます。そうなんかやっぱポイントとかだと、うんうん、ちょっと気使うんですよね、うんうん、乗るのもそうだし開ける方もそうだし、特にやっぱこういう強制開閉のキャブとポイントとか乗っていくと、はい、なんかすごいケアしないとあちゃんと乗れないっていうと変ですけど、うんうんうん、なんかそういう気遣いが必要なんですけど、そういうのがなくなって乗りたい時に普通に乗れるバイクになるような気はします。確かに確かになんかやっぱキャブのこと気遣ってじわっと上げなきゃとか開けなきゃと思ってたやつがなんだちょっと言葉合ってるかどうかあれですけど雑になアクセスワークに全然耐えられちゃいます、ね、全然耐えられる気がします。なんで普通に街乗りしてても超絶楽になりましたね。はい、まあまあ全然違うでしょう、あんま言っててもあれなんでぜひちょっと小川さん乗ってみてください。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、ということで小川さんの準備ができたんで、はい、ぜひ一回乗ってみてください。はい、ボリューム2以来の2ヶ月ぶりぐらいですよね。そうですそうです。はいはい。納車時からどう変わってるか。納車の時以来ですね。そうですよね。ぜひぜひ。なんか、もうスロットル微開のところがすごいいいから、なんかすごい乗りやすくなってるなと思いました。回転のつながりがすごい綺麗なんですね。ああですよね、確かに確かにいい感じだな、多分公道なんでねあんまりそんなスピードは出せないですけど、でもなんか気持ちよく吹けません？そうですね、そうですね。本当になんかスロットル操作に対してエンジンが素直に反応するというか、なんかそういうのがすごい出てる。あとなんかこの時期にこういうキャブ車に乗るの気持ちいいなと思いました。それでどの辺で？インジェクションとかってやっぱ季節によってなんか変わったりしないんですよね。でもキャブってやっぱ今のちょっと冷えた空気の状態がやっぱすごい気持ちいい。夏とかだとやっぱちょっと濃いめに出ちゃったりとかそういうのが露骨にあるんですけど、やっぱ冬キャブ車乗ると気持ちいいなっていうのをなんかすごい感じます。そうかそうか。なんかキャブ車って年に何回か今日セッティング出てんなみたいな日があるんですよ。夏はもうどうしても濃くなっちゃうんで、なかなかもやっとしちゃうんですけど、バイクの表情の変化みたいなのですごい楽しめる。それは楽しみだ。はい、ということでそんな感じのボリューム3ですけれども、いろいろパーツ紹介しつつ、でもやっぱりメインは魚谷でした。全然違うと。全然違いますね。ちょっとフルレストはするぞと言いつつ、もう今すごい気持ちいい感じになってて、なんか性能的には十分ですよね。乗った感じとか。そうなんですよ。でもやっぱりフルレストアってなると半年ぐらい預けることになるじゃないですか。今ねちょっと半年離れ離れになるのは僕無理です。この子ちょっといないと、もうちょっとこのやれた状態で今のさっきのねキャブの話もそうだけど、このノーマルの状態をもうちょっと楽しみたいなと思ってますんで、ちょっと次どうするかな。ボリューム4以降全くノーアイディアなんですけど、会うたびになんか変わってくる。楽しみです。真面目に仕事します。じゃあそういう感じで、以上、
イチョウが綺麗な外苑からお届けしました。